こちらでは、女子高校生、さくらの恋愛を描いた短編小説を朗読します。今回は、少しコメディタッチの内容でお送りします。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、ファーストキスの味は、五平餅。愛知県設楽町、五平餅がソウルフードとして親しまれるこの町の山あいにある高校の校舎。窓から差し込む日差しに照らされながら、セミの声が静かに教室に染み込んでくる。そんな中、高校2年生、鈴木さくらは小さなため息をついた。また、たかしのこと？隣の席の稽古は、唇をつり上げてにやりと聞いてきた。1年の時にバレーボール部で出会って以来、今となっては、稽古は大切な親友だ。さくらは視線をノートに落としたままうなずいた。中学2年の冬から付き合っている同級生、たかし。中学の頃、進路について考える中、二人とも同じ高校を志望していることをきっかけに仲良くなり、中学3年になって付き合い始めた。何度も放課後を一緒に過ごし、休日には映画やショッピングも行った。チャンスは何度かあったのだが、まだ、キスはしていなかった。キスくらいさ、自然にすればいいじゃん。稽古は肘をついて、軽く髪をかき上げる。稽古はもう、したこと、あるんでしょ？高校入ってすぐ、彼氏できたって言ったでしょ？あとはご想像にお任せします。稽古の自信に満ちた笑顔と大人びた仕草が、眩しく見える。自分は、どうしてこんなにも臆病なんだろう。ねえ、初めてのキスって、本当に一号時なのかな？さくらが小声で尋ねると、稽古は吹き出した。何それ、少女漫画読みすぎ。乙女か。でもまあ、味噌の味よりはいいんじゃない？味噌の味。妙に現実的なその響きが、さくらの脳裏に残る。期末テストが迫る中、さくらとたかしは、恒例の勉強会を計画していた。中学の頃から、お互いの家でテスト前に一緒に勉強するのが定番になっていた。今度こそチャンスでしょ。部屋で彼氏と二人きりだよ。さくら、今回こそ一歩踏み出さないと。稽古の言葉が心に刺さる。でも、私からっておかしくない？伝えなきゃ何も始まらないよ。好きな人に気持ちを伝えるのって勇気いるけどさ、自分のタイミングでいいんだよ。そして、勉強会当日がやってきた。家のチャイムが鳴る。玄関先に立つたかしの姿を部屋の窓から確認する。さくらの心臓が一気に跳ねる。今日こそ、頑張ろう。こんにちは、たかしくん。上がって、上がって。いつも通り、90分後くらいに何か持っていくからね。お邪魔します。お母さん、いつもありがとうございます。母の明るい声に、さくらは内心ちょっとだけ動揺する。なんでいつもぴったり90分後なんだろう。さくらは、毎回、たかしが自分の部屋に入って二人きりになった後、母は時計で測ったように、必ず90分後に差し入れをしてくれることに疑問を持っていた。自室に入ると、たかしはいつものように筆箱を取り出して、英語の教科書を開く。今回は英語がやばいな。リスニング、全然聞き取れない。大丈夫。私、手伝うから。そう言った瞬間、自分の声がわずかに震えていることに気づいた。たかしの横顔を盗み見ると、真剣な眼差しに胸が締め付けられる。今日こそ、言えるかな。キスしたいって。でも、やっぱり恥ずかしいよ。勉強の時間が過ぎ、さくらのドキドキと緊張が続いたまま、本題は切り出されることなくドアがノックされた。二人とも勉強お疲れ様。五平餅、持ってきたよ。五平餅、お母さん、なんで今日に限って、高校生なんだからドーナツとかにしてよ。俺好きだよ。これ、味噌が最高にうまいんだよな。たかしは嬉しそうに頬張る。甘辛い味噌の香りが部屋に広がった。小言を言った桜も、結局は好物の五平餅を美味しそうに頬張る。ちょっとたかし、口に味噌ついてるよ。笑いながら指さすと、たかしも笑って。そういうお前もな。すると、たかしはそっと手を伸ばし、桜の口元の味噌を指で拭った。その一瞬、肌に触れた感覚が、火花のように弾ける。たくん
さくらの心臓が一気に高鳴る。自分の感情を抑えようとしていると、二人の視線が合い、数秒の間、二人は黙って見つめ合った。そして、たかしは右手をさくらの肩に乗せた。たかしの顔が近づいてくる。たかしの唇が、いや、五平餅の味噌が、さくらの唇めがけて近づいてくる。ちょっと待って、今キスされたら、初めてが味噌の味になっちゃう。ファーストキスの味が、五平餅の味噌の味。これは、さくらにとって、生涯に関わる由々しき事態だ。さくらは反射的にたかしを押してしまった。ごめん、びっくりして。いや、俺こそ、なんか変な雰囲気にしちゃったな。沈黙。心臓の鼓動だけが大きく聞こえる。二人の間に、言葉がなかなか生まれない。しばらくの沈黙の後、勇気を振り絞ってさくらが口を開いた。たかし、テスト終わったら、またあの展望台に行かない？中学の頃からよく行く、あの丘。たかしは少し驚いたような顔をしたが、すぐに優しく微笑んだ。行こう。さくらは唇を噛み、真っ赤な顔で続けた。その時、できたら、ちゃんと、そういうの、したいなって。たかしはさくらの目を見ながら小さくうなずいた。彼の声に、さくらもこくりと小さくうなずいた。喉がカラカラで、声にならない。たかしは少し笑って、目を細めた。それを見てさくらの心も軽くなる。それじゃあさ、行くときにドーナツ買っていい？いちごチョコのやつ。私、あれすっごく好きなの。いいよ。お前、あれ好きだもんな。たかしは答えながら、ふと疑問の表情を浮かべた。でもさ、たかし、どうかしたの？でもさ、それ食べたら、初めてが、いちご味になっちゃうだろ？味噌味はダメで、いちご味ならいいのかよ。もう、バカ！さくらは照れ隠しに、たかしの肩を軽く叩いた。その瞬間、二人の間にふわりと笑いが生まれる。窓の外には、赤く染まった夏の夕焼け。セミの声が、どこか遠くでまだ鳴いていた。はい。さて、今回はですね、あるリスナーの方から教えていただいた短編小説、ファーストキスの味は五平餅。この一部を、深く見ていきたいと思います。はい。主人公は16歳の、鈴木さくらさん。同級生のたかしくんと中学の頃から付き合ってるんですけど、まだキスはまだと。そうですね。その初めてのキスへの期待と、でもなかなか踏み出せない不安、これ誰もが一度は感じるかもしれないような思春期特有の甘酸っぱさとかもどかしさ、これがテーマですよね。今回はこの短い物語からその感情の揺れ動きとか関係性がどう進むのか、そのあたりを、探っていきましょうか。はい。それでさくらさんなんですけど、友人の恵子さんがもう彼氏とキス済みっていうのもあって、なんかちょっと焦りを感じてるんですよね。なるほど。周りと比べちゃうみたいな。そうなんです。で、その恵子さんとの会話で、初キスっていちご味なのかなって聞くんですよ、さくらさんが。いちご味、なんか可愛らしいですね。そしたら恵子さんが、味噌の味よりはマシじゃないって、上覧めかして返す場面があって、この味へのこだわりが実は後々結構重要になってくるんですよね。面白いですよね、その対比。いちご味っていうなんか少女漫画みたいな理想化されたイメージと、味噌味、すごく日常的で、ある意味ロマンチックとは対極にあるかもしれない味。確かに。この対比がなんかさくらさんの抱えてる理想と、これから訪れる現実とのギャップみたいなものを予感させてるのかもしれないですね。あなたも何か物事を前にして勝手に完璧なイメージ作り上げちゃった経験とかありませんか？ありますね。で、その後期末テスト前の勉強会がさくらさんの家で開かれることになるんです。はいはい。恵子さんはね、二人きりになれるチャンスじゃんってけしかけるんですけど、友達としては後押ししたいと。でもさくらさん自身はなんかどう切り出していいかわからなくて戸惑ってる。この戸惑いって単なる恥じらいだけじゃなくて、
関係性を変えることへのなんか恐れみたいなのもあるのかもしれないですね。ああ、なるほど。キスっていう行為が今の心地よいけどプラトニックな関係を未知の領域に進めてしまうんじゃないかっていう、その変化への期待と不安が入り混じってる感じ、すごくリアルな感情の動きだなと。そして勉強会当日、たかしくんが家に来て、でさくらさんのお母さんがですね、90分後に差し入れ持ってきますねって宣言するんですよ。ぴったり90分っていうのがまたなんかね。そうなんですよ。ちょっと物語の仕掛けっぽくも感じますよね。でいざ二人きりになってもさくらさんはやっぱり緊張しちゃって何も言い出せない。時間だけが過ぎていく、あの独特の緊張感ありますよね。そして90分後、お母さんが持ってきた差し入れがまさかの五平餅。五平餅？これはちょっと意表をつかれますね。さくらさん内心よりによって今日五平餅って思ったでしょうね、きっと。でしょうね。でも面白いことに、たかしくんが五平餅がなんと大好物で素直に喜ぶんですよ。ここになんかさくらさんが描いてたロマンチックなムードとは違うんだけど、でも温かい現実があるというか、この五平餅っていう小道具がなんかすごく効いてますよね。理想化されたいちご味の、対極にあるような素朴で生活感のある食べ物。でもそれが2人の間の壁をなんか予想外の形で壊していくきっかけになるんですね。見方を変えれば理想とは違うけど、2人にとってのある意味本当の味なのかもしれない。そうなんです。それで食べてるうちにお互いの口の周りに味噌がついてるのを指摘し合って笑い合うんですよ。ほころましいですね。でたかしくんがさくらさんの口元の味噌を指で拭いてあげて、その流れで、そう自然な流れで顔が近づいていくんです。緊張と緩和が生んだ絶好のチャンス到来かと思いきや、そうここでさくらさんの頭に稽古の冗談がよぎるんです。味噌味の味噌味よりはマシのやつですね。そうです。今キスしたらファーストキスが味噌味になっちゃうってパニックになって、思わずたかしくんを押し返しちゃう。理想のいちご味のこだわりがせっかくの現実のチャンスを遠ざけちゃったっていう、なんかコミカルだけどちょっと切ないですよね。まさに理想と現実の衝突。でも大事なのはこの後のさくらさんの行動なんですよ。気まずい沈黙の後、彼女逃げないでちゃんと勇気を出して、テストが終わったら展望台行かないって誘って、さらにその時ちゃんとそういうのしたいって自分の意思を伝えるんです。これはすごい大きな成長ですよね。失敗とか気まずさを乗り越えて自分の気持ちを言葉にした。そうなんです。たかしくんもそれを優しく受け止めてくれる。よかった。でさらに面白いのが、さくらさんが展望台行く時いちごチョコのドーナツ買っていきたいって提案するんですよ。ここでまた味が出てくる。そうなんですよね。たかしくんもなんか味噌はダメでいちごならいいのかよみたいにからかいながら笑って、このやりとりでさっきまでの気まずさが一気に和らぐというか、失敗を笑いに変えてちゃんと関係を修復していく素敵な場面だなと。本当にそうですね。結局ね、味噌味のキスは回避されたわけですけど、でも五平餅がなかったら生まれなかったかもしれない正直なコミュニケーションとか未来への約束が生まれた。理想通りではなかったけど、でも2人らしい一歩を踏み出したって言えるんじゃないでしょうか。夏の夕暮れの情景で物語は終わるんですけど、本当にこの短いエピソードの中に思春期の感情の揺れとかコミュニケーションの難しさ、それからそれを乗り越えようとする小さな勇気みたいなものがギュッと詰まってましたね。五平餅っていう意外なアイテムがなんか忘れられない記憶の味になりそうだなって。そうですね。日常のなんか些細な出来事とかふとした食べ物があなた自身の人生においても何か大切な記憶とか感情と強く結びついていることってあるかもしれませんよね。ありますね、きっと。そうしたご自身の思い出の味についてちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。最後まで聞いていただきありがとうございます。さくらのプロフィールはこちらです。バレーボールに熱中している16歳の明るい高校生です。彼女のショートアニメ動画と
イラストギャラリーを YouTube で配信しています。また、イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にも、いいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。